どうも、モブです。今回は、他ぞのハンターについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、基本特性についてだよ。他ぞのハンターは、ステージ入場時に、戦闘耐性という効果を永続で発動し、自身の闇属性ダメージと、通常スキル2のダメージを高めるよ。また、ブレイクゲージを持つ敵に攻撃が命中した場合、戦闘耐性効果を解除して、新たな警戒耐性という効果に切り替えるよ。この、警戒耐性効果は、与えるダメージと、ブレイク効果を増加させ、より早くブレイクすることが可能になるよ。そして、ブレイクに成功すると、ブレイク効果時間が3秒延長し、自身のコア攻撃と必殺技を有効化した後に、再び、戦闘耐性効果に切り替えるよ。これは、古沢かりんと似たような能力で、敵の状態に合わせて、自身の能力を切り替えながら、戦うハンターということになるね。次は、一突効果についてだよ。他ぞのハンターは、一突にすることで、通常スキルを使用すると、自身の HP30% 分のシールドを展開するよ。これにより、安定してスキルを発動できるようになり、よりブレイカーとして優秀になるね。また、通常スキルを使用すると、コア攻撃が特殊コア攻撃に変化し、パワーゲージ 35% チャージの効果が追加されるよ。そして、もう一つの効果として、他ぞのハンターがスイッチアウトすると、闇属性のストライカーに、正義の気迫という効果を付与し、ブレイクショート、スーパーアーマー効果、魔力回復効果を付与するよ。これは、通常スキルを多く使用でき、魔力管理が大変な、水篠純一郎との相性がとても高いね。また、水篠純一郎は、5突効果のシールドがないと、スキルが中断されてしまうことが多かったため、スーパーアーマー効果によって、以前より安定するよ。次は、3突効果についてだよ。他ぞのハンターは、3突にすることで、特定のスキルのブレイク能力が強化されるよ。また、通常スキル1に付属していた投資弱化効果が強化され、敵の攻撃力減少と受ける闇属性ダメージを 10% 増加させるデバフ効果になるよ。この受ける闇属性ダメージの効果は単純に属性ダメージが増加するもので、水篠純一郎を擁する闇属性パーティーは大きい属性ダメージを保有しているため、そこまで大きい効果にはならないよ。しかし、敵の攻撃力が減少することで、水篠純一郎やシアンハラーとの生存能力を大きくサポートすることができそうだね。次は、5突効果についてだよ。他ぞのハンターは、5突にすることで、ステージ入場時、パーティー全体に攻撃隊長という効果を付与するよ。この効果は、攻撃力や HP、与えるダメージを少し増加させるものだけど、効果時間が永続であり、水篠旬にも適用できるため、優秀なものになるね。また、ブレイクゲージがない敵に必殺技が命中すると、戦意喪失デバフと猛攻バフを発動し、パーティー全体の火力を大きくサポートするよ。次は、専用武器についてだよ。専用武器の効果は、ブレイクに成功した場合、属性ダメージを高めてくれるものだね。これは、属性ダメージ増加の恩恵が少ない分、効果時間が永続であるため、戦闘時間が長めのコンテンツで優秀な能力になるよ。次は、闇属性パーティー全体でのスキル回しについてだよ。まず、編成としては、イスラの一突効果を、水篠純一郎に適用させるために、2番スロットに配置するよ。また、ハンターモードでの適切なアーティファクトは、貪欲セットになるよ。これは、ハンターモードでは、それぞれのハンターの出場時間が短く、欲望セットの効果の発動には、かなりの時間を要するからだね。他にも、闇属性パーティーには、すでに大きい属性ダメージが存在するため、相性もとても悪いよ。そして、スキル回しとしては、水篠純一郎の前に、他ぞのハンターを置いた場合、先に、水篠純一郎のバフ効果をフルスタックし、イスラ、他ぞのと流れて、スキルに、
必殺技でバフ効果時間を延長するよ。この時他ぞのハンターの QTE を使うとバフ効果時間の延長がうまくできないため注意が必要だね。みんな僕を信じてついてこい。終わりだ。終わらせる。冥福を祈る。邪魔するな。そしてもちろんのことオーソドックスな回し方もできるよ。しかしこのやり方では他ぞのハンターでブレイクした場合に水師の純一郎でブレイク状態の敵に攻撃できる時間が少なくなってしまうよ。そのため他ぞのハンターは水師の純一郎に付与できるブレイク小の効果を生かし水師の純一郎が攻撃中にブレイクが発動するように調整してみるのも良いと思うよ。終わらせる。冥福を祈る。次はハーパーとの比較についてだよ。まずブレイク能力としては全てのスキルにブレイク効果を持つ他ぞのハンターの方が優秀だね。また他ぞのハンターはストライカーにもブレイク効果を付与できるためさらに差が広がることになりそうかな。次はダメージについてだよ。ダメージの面でもやはり他ぞのハンターの方が上回る結果になったね。また必殺技を使用した場合はその差が大きくなるよ。そして今回はブレイクゲージなしでの検証ということでブレイクゲージがある場合はブレイク状態の延長や属性ダメージ増加が加わりより差が顕著なものになると予想されるよ。次は他ぞのハンターの入手方法についてだよ。まず有料の場合では特別パック闇属性ハンター購入特典スペシャルスカウトなどがあるかな。そのため課金ができる人は1凸は確実にできることになるね。次に無料の場合制作イベントやガチャ協会特別認証が候補になるよ。しかしガチャ動画を見てもらえればわかるけどかなり渋めであり協会特別認証は廃課金税向けの仕様であるため厳しいことには変わりないね。また対象期間は2月1日からでローラと共に追加されるため余裕がある人は交換を検討しておこう。次はおすすめの凸についてだよ。まず他ぞのハンターは現在のところ入手難易度がかなり高めなため1凸を目指そう。できれば3凸にしてブレイク効果を高めたいけどすでに優秀なブレイク能力を持っているため十分に使えるよ。そしてギルドボスなどで高い激怒数をマークするためには5凸以上を目指すようにしよう。正直なところシアンハラートを含め5凸で能力が大幅に強化されるハンターが続いているため金銭的に厳しい部分はあるかな。また2月で実装される新キャラは同じようにエレメンタルスタッカーとして予想され属性のバランスを取るために防御力貫通バフを持っている可能性もあるのでお金の使い方には気をつけよう。次は育成シートについてだよ。他ぞのハンターは HP 参照のハンターであるため HP ステータスを中心に盛ろう。またハンターモードでは貪欲セットで味方をサポートしギルドボスなどでは水師の旬が貪欲セットを装着するため効果が被らないように欲望セットで火力も出しに行こう。最後に設計者の試験のステージで実際に使ってみるよ。終わりだ。反撃する。突破する。堕落の宣言。いいことが起こる。いじめないでくれ。運命は変えられません。油断は禁物だ。
わりだ。冥福を祈る。これで終わりか。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。